中島ファルコンズの千秋です。安藤です。今回は、熊が人を襲う事件が急増している件と、熊の駆除の問題について語っていきたいんやけど、最近話題になっとる、知床の羅臼岳で、登山者が熊に襲われた事件をまず紹介していくんやけど、8月14日に知床半島の羅臼岳で、男性登山者1名が命を落とすっていう衝撃的な事故が起こっとって、で被害に遭ったのが26歳の男性で、羅臼岳の標高約550メートル付近を友人の男性と共に下山していた際に、ヒグマに襲われたと。で、被害男性は太もも付近から大量に出血し、藪の中へ引きずり込まれた。襲われた時に、友人の名前を叫んで友人が駆けつけたんやけど、友人が素手で熊を殴るなどして抵抗したけど、結果的に熊に藪の中に引きずり込まれたと。で、事件のあった翌日に捜索隊が登山道を捜索すると、現場付近で血に染まったシャツや財布などを発見して、その先の茂みの中から遺体が見つかったと。で、下半身が激しい損傷を受けていた。また、遺体の近くには親子とみられる3頭の熊の姿があって、で、ハンターによって3頭とも即座に駆除された。で、北海道の研究機関が鑑定を進めた結果、19日になって男性の衣類に残されていた毛や唾液の DNA と駆除された母熊の肝臓の DNA が一致したことが判明。北海道はこの熊が男性を襲った個体であると断定した。2005年に知床は世界自然遺産に登録されたんやけど、登録以降登山者が熊に襲われて死亡したっていうのは初めてのケースだと。で、全国で熊による死傷者数の事件っていうのは、過去5年で33件あって、その中で人が死亡した事件は7件。で、重傷にあったのが18件。そのうち、一番死傷者が出た事件の行為の中で多いのは狩猟なんやけど、その次農作業があったり、登山が続くと。こういう事件があると、よく話題になるのが駆除の問題なんやけどな、駆除に反対する意見が一定数あったりして、話題になるんやけど、別のヤフーニュースの記事で、北海道知床の羅臼岳で今回の登山の事件があって、熊が駆除されたことを受けて、地元自治体に全国から苦情や意見が相次いでいることが分かったと。この羅臼岳があるの斜里町やから、斜里町の役所に苦情が寄せられとんのやけど、斜里町によると18日までに役場に電話やメールで約50件苦情が寄せられていることが分かったと。で、その大半が北海道以外からの苦情で、関係ない。7割が本州から、そう。実際北海道とかその斜里町とかに住んでない人からのクレームなの。自治体も通常の業務に支障をきたすレベルで苦情が来とるから勘弁してくれってことを言っとんだけど、中には30分を超える電話やったり、A4 用紙2枚分のメールを送って持論を語る人もおったりして、大変な業務一務作業が強いられとると。この2023年度の調査結果になるんやけど、熊の捕獲数っていうのは全国で9097頭あって、で、特に北海道ではヒグマの駆除数が2023年より前の話で過去最多を記録しとって、1684頭が駆除されとんな。結構捕獲されとんねやな。9097か。もともと知床っていうのがさ、日本で一番熊の生息密度が高い地域って言われとって、知床で登山するのは、その熊の巣に自ら入っていくようなもんやって、言われとんだけど。でもともとそういう人に危害をさ、与える熊じゃないんやろ、知床の熊は。そうやな。俺結構登山するんやけど、知床で登山者が熊に襲われたっていうのを聞いたことなかったよな。ただこの羅臼岳の事件の前に、他の登山者が熊に付きまとわれたっていう事件が起こっとって。予兆はあったんや。だから結果論にはなるけど、この死亡事件が起こる前に、登山者の規制をするべきだったんじゃないかと言われとんな。それで、6年前になるんやけど、俺も知床の山に登ったことがあって、羅臼岳の隣にある硫黄山って山なんやけど、はいはい。そこで、実際下山中にヒグマに遭遇したことがあるんよな、俺も。ガチの熊。ガチのヒグマやな。だから羅臼岳の隣にあるから、ついでに両方登る重走コースを行く人もおるんやけど、そこで下山して駐車場に着く2、300メートル手前でヒグマに目の前で遭遇したことがあって、その時は左側が山になっとって、上の方に熊がおるなと思って見とったら、どんどん近づいてきて、20メートルぐらい前を横切ったんやけど、自分の目の前で一回静止して熊がでこっちをすごい睨んできて、もうその時はな、とりあえず熊に遭遇したら、目をそらさずに、その場で、待つしかないっていうか逃げたらあかんっていうのを知っとったから、なんとかやり過ごしたんやけど、そのまま横切ってってな、2メートルぐらいあるフェンス越えてったんやけど、そのとが生きた心地せんかったな。いや、やろうな。一歩間違えばやろ。ヒグマってめっちゃでかいからさ、
成獣かどうかにもよるんかと思うけど、やっぱ自分らより大きいから、まあ2メートルぐらいあったと思うんやけど、だから俺は熊に会ったら何もできなかったから、この被害に遭った人の友人が素手で抵抗したっていうのは結構信じられんな。いや、恐怖心の方が強いよろ、普通に考えたら。足すくむで。まあ実際友達用な見捨てて逃げとっても誰も責めれやんと思うんやけど、立ち向かったのは多分、まあ良くないと思うけどな。二人ともやられる可能性あったから、本来は逃げた方が良かったと思うんやけど。俺も別に何にも被害に遭ったわけじゃないけど、駐車場で猟銃持ったおっさんが駆けつけてきて、事情聴取されたもん。大丈夫でしたかみたいな。さあ、そこの事件があった時の他の人のな、同じ日に登っとった人の登山の体験記が、登山のアプリで見れるんやけど、その体験記によると、その日登っとった登山客は、全員が、その登山道の途中でヘリで下山させられたみたいなの。もう危ないからっつって。ああ、そうなんや。もうヒグマが出るっていうことが周知やったんや。じゃあ。そもそも、知床は、まあ、人を襲うか襲わんかは別として、毎日のようにヒグマの目撃情報があるから、もう、登山者からしても別にヒグマの目撃情報があったからっつって、まあ、登山をやめる材料にはならんと思うよな。まあそんなもんなんや。近くのホテルとか、まあ、登山者がよく泊まるさ、ホテルがあってさ、多分、この二人組もそこに泊まってると思うんやけど、すごい、知床の山奥のほんま登山道のすぐ近くに有名なホテルがあって、地の果てっていうホテルなんやけど、名前の通り。そこにヒグマの目撃情報が掲示されとんだけど、1日3件とか4件とかなっとるから。あ、まあザラなんや。もうヒグマおるもんやと思っても行動しとかなあかんねや。いや、それもどうかと思うけどな。いや、まあでも知床はもうほんとそういうところやからさ、もう登山道もずっと獣の匂いしとるとかもそんなレベルやから。俺みたいに登山したことないレベルやったらさ、熊の目撃があった時点で、登山禁止、立ち入り禁止っていうのを徹底したかなあかんもんじゃないかと思うんやけど。まあ知床ぐらいになると、共存。そうでもないんかな。だから結構衝撃やな。知床で熊に人を襲われることあるんやっていう。そうなんや。感じやんな。たまにな、そう偶然さ、曲がった先に熊がおって、突発的にヒグマに殴られるっていうかさ、一発食らわされるみたいなことはあり得るかなと思うけど、実際人を襲ってな、食べようとしたってことやろ、要はこれ。そういう熊もおるんやなっていう。でも熊の被害ってここ最近でめっちゃ聞くけどな、普通に山じゃなくて市街地にも普通に降りてきたとかさ、最近はもう小学校に入ってきたとか、去年ぐらいで秋田のスーパーでさ、熊の立てこもりがあって、3日ぐらいどうしようもできんだっていうのもさ、あったしさ。だからもう熊がもう人をもう恐れてないからさ、危機感がないんやん。だからってな、こっちから関わるべきではないと思うし。で、中には熊にその餌をあげる観光客おるっていう話聞いてさ、マジかって思って。日本人の感覚かもしれんけど、基本やっぱ熊って危険な動物っていう認識やから、それをしようとは思わんけどな。そう、まあでもそういう人もおるんかな。それから外国人がやっとんのが。野生の生き物も自分のペットみたいな扱いでさ、そういう感覚で自分の箸とかをあげるらしいで。奈良公園の鹿みたいな感じか。ああ、そう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 。あれと同じ感覚で熊にも接しとるってわけやからな。まあ熊の餌が減っとるっていうのもあるんやろ。鹿が増えすぎて、その鹿が熊の餌になる植物とかを食べすぎて、で熊が飢餓になって人里に降りてくるっていう話は見たけどな。あとなんかキャンプ地とかにも来て、普通に人のテントとか入って食べ物漁ったりとか。てかさっきもあったけど、そもそも熊を見かけたら、基本的には目を離さずに後ずさりするか、もう通り過ぎるかなんやな。そうやな。だから通り過ぎるのを待つしかない。熊に死んだふりするっていうのは完全デマなんやな、あれじゃ。餌なんや。いや、マジでさ、そういう知識ないとさ、もうそういう幼少期の覚えでさ、もう一生止まっとるからさ、俺は普通に、ただじっと夏か、ほんまに、もう目を合わさずに寝転ぶかっていう、そういう知識で止まっとるからさ、マジでこういうの知らな。全然違うよな。確かに、熊鈴とか鳴らしてさ、人の気配をそのアピールすれば、熊が勝手に逃げてくっていう、そういうさ、対処の仕方があるけどさ、なんかそれもあんま通用せんくなってきたのかもしれんな。な。いや、だってもうスペックの時点でさ、もう明らかに叶わんねやからさ、生身の人間やと、2メートル100キロ以上の体重あって、1時間に50キロぐらい走れんねやろ。マラソン選手より速い。そう、なんか熊は登る方が速いっていうの。いや、怖すぎ。昔の小学校か中学校の先生が、熊は登る方が速いから、最悪逃げるなら下った方がいいって聞いたことあるけどな。60キロぐらいで走れるから、熊スプレーとかも持っとったみたいやけど、それでもな、対処できやんなわけやからな。三毛別のヒグマ事件とかさ、
福岡大学のさ、ワンダーフォーゲル部の事件とか有名やん。ワンダーフォーゲル、有名有名。昔やっぱそういうさ、読み応えのあるウィキペディアをさ、当時は、面白いなと思って読んどったけど、それを読むとやっぱ、もう熊イコール、もう恐ろしいものっていうイメージがついとるよ。てかもう外れ値じゃない。山の中にあんな巨大な獣がおるっていうのがさ、でもそれって熊だけやん。あんなもんの雑食の。いやもう出くわした時点でやろ、もう。おかしいよな。なんで熊だけあんな風になっちまったんやろうな。確かにな。海とかやったらわかるけどさ、そういうのいっぱいおるけど、あと小さいけど人に危害加えるクラゲとかさ、毒持った魚とかおるのわかるけど、山って熊だけやん。山ってくくりやったらな。熊だけ異常にでかいやん。で、しかもあったら最後みたいなもん。だからそれだけにさ、熊の駆除に対して非難しとる人らっていうのは、動物愛護もやりすぎやと思うけどな。そこまで行くと。だって人を襲う熊なんてさ、駆除せんとさらに被害広がるだけやろ。人の味を覚えてしまった熊はまた人を食べる。そらそうやな。それが三系別ヒグマ事件とかの熊やもんな。その他人事やから言えるんやろうと思うけどな、駆除すんなっつうのは。だって本州以外の人からのクレームが7割やろ。ちゃんごめん。北海道以外の本州からのクレームが7割や。結局自分に関係ない範囲の奴らが騒いどるだけや。家の近所に熊がおったらそんなこと言っとるやんわな、絶対。いや、絶対言えない。早く殺してくれってなるわな。余計なお世話やな。襲われた登山者に対してやっぱ登山は自己責任なんやから、登山者が悪いっていう人も結構おるけど。出てくるやろな。それもちょっとどうかと思うよ。暴論じゃないかと思うけどな。いや、暴論。登山者に対してな、救助費用自己負担しろとかっていうさ、話よく上がるけどさ、こういう時。そもそもな、年間5000人近く登山するような山でさ、たまたま襲われた人。だって今までそんなことなかったやもんな。いや、酷な話や。そんなさ、自然災害みたいなもんやん。熊に襲われるっつうのも。だからそれだけに登山者からしても、今回の事件は、本当外れ値も外れ値。考えられやんことやからな。一方的に登山者を責める意見はどうかと思う。例えば津波でさ、家流された人に対してそんなとこに住んどったからお前が悪いっていう人はほぼおらんやん。だからそれと一緒で、登山をしとるからっつって全てそいつが悪いみたいな、そいつに責任をなすりつけるっていうのは登山してない人の単純な暴論というか結論にしかならんからな。知床の山はな、いい山だから、いつかのまたラウスにも登りたかったけど、もう登れやんくなるんやろうな。悲しいわ。こういうな、被害が出た以上は、今まで以上にちょっと警戒するようになって、対策取られるやろな。実際今入山禁止らしいな。やっぱああいう事件があったから。でも賢明な判断じゃない？時期がな、時期だけに、もう少し落ち着いたらまた解放されるとは思うけど。何年後かになるやろうな、多分。よっぽど安全性が確保できてからかな。知床はな、その半島やから、山頂からな、両サイドに海が見えるんよ。それ結構珍しいんよな。そういう、それだけに、やっぱラウスだけに登りたかったっていう人いっぱいおると思うけど、それまでに登れとった人はラッキーやし、なかなか登山者への風当たりが厳しくなるな。これはな、こういうことになったから、もしな、2人目の人が犠牲になったら、だからそんなとこ行ったんや、みたいな風潮になるからな、2回目は。そうやな。それで肩身また狭くなる。そんな感じで、今回は、熊が人を襲う事件が急増している件と熊の駆除問題について語ってみました。ありがとうございます。はい。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新してるので読んでくれたら嬉しいです。